タイが美味しいから美味しくできました。皆さんこんにちは。本日は天然マダイを使ってアクアパッツァをご紹介しようと思います。じゃあいつも通り愛を込めて料理を作っていきましょう。でまずタイをさばきましょう。あとアクアパッツァの意味はアクアはお水、パッツァは狂ったで、なぜこの名前になったかというといろんな説があるんですけど、一つは煮込む料理なので、煮込む時結構強火で煮込んでお水が狂ってるみたいと言われていると、あとは昔のナポリの漁師が釣りたての魚船で煮込んで、その時は普通の水じゃなくて海水を使って煮込んだ料理なので、この、お菓子とかの意味でこの名前になったそうです。ちょっとわからないと違う世界はわからないけど、大事じゃない。大事なことは愛を込めて作ることです。で、アクアパッツァといえばやっぱりそれもいろんなレシピがあるんですけど、貝を入れたりとか、私はなぜ貝入れないかというと、もっとトマトとお魚の味を味わいたいので、入れない方がいい。しかしもちろん貝入れたら、もっと貝の香り、貝の風味を感じられる。それ人によって作り方など違います。つまり料理はご自由にお作りください。じゃあまず頭を落として、お魚をさばくときこの腸は絶対使わない方がいいけど、すいません、これしかないです。この頭で美味しいお出汁を取りましょう。で尻尾に切り込みを入れて、お魚と一緒、ここも切りまっすぐに切って反対にして、でほらめっちゃ綺麗にさばいた。はい、でこんな綺麗いおねで美味しいお出汁を取りましょう。アドバイスなんですけど、お出汁を作るときこの背びれと腹びれを外した方がいいと思います。尻尾ももちろん。なぜかというと臭みがあるからです。尻尾を外して、これもハサミでやった方がいい。でこの血合いとかしっかり抜きましょう。だからお水にさらします。頭も目を外して、頭ちょっと切り込みを入れてきれいに掃除して、でお出汁を作りましょう。掃除してからね、掃除しないといけないじゃん。まずね、これはじゃあ鍋に頭と骨を入れて、ちょっと板パセリの茎も入れて、葉っぱは最後に使おう。でも茎もすごく香りがあるのでお出汁に使いましょう。少しトマトを入れて、塩、ニンニクを加えて、氷たっぷり入れて火にかけて弱火で煮込みましょう。腹骨をほぐします。こんな感じ。これもお出汁に入れた方がいいな。そうですね。でアクアパッツァにこの分厚い身を使いましょ
しょう。半本ぐらい。そうですね。すごいな。やっぱりお魚丁寧に掃除したらお出汁全然濁らないで、白もあまり出ない。いいお味ですね。美味しいアクアパッツァソースの秘密はお出汁です。で、だいたい1時間経ったらこうしましょう。次はアクアパッツァを作りましょう。お出汁取ったらすぐできるソースです。ニンニクの皮を剥いてスライスしてオイルエクストラベルジネドリーバで炒めましょう。で、プチトマト半分にカットしてしっかり炒めましょう。炒めたら白ワインを入れます。で、塩を入れます。で、白ワインのアルコールが飛んだら美味しいお出汁を入れます。ちょっとお出汁の量が多かったからタレに詰めて、その中にお魚を入れて、これも入れよ。絶対美味しいから。で、蓋して5分ぐらいかな。時間よりなんか魚の様子見た方がいい。いつも言ってるけど。で、最後に板パセリたっぷり入れて、めちゃめちゃいい匂いしてる。美味しい。美味しいな。で、最後に板パセリ入れて完成です。ソースも結構とろみが出てきて美味しいな。煮込み料理だからソースを多めに入れときます。で、これで完成。それではボナペティート。いただきます。もちろん皮を炒めてアクアパッツァソース一緒に茹でたらもっとうまみが引き出すんですけど、今回私はこのタイの優しさ、美味しい。タイが美味しいから美味しくできました。身がとても柔らかい。